んにちは、板金塗装女子の花といらんそこいらんでなんか普段父は無言で塗装してるんですけど、何を考えてるのか気になったので、フロントリップスポイラーを塗装してる様子を撮影してみました。で、今回はそれを見ながら娘初心者の疑問をぶつけていきたいと思います。で、答えてもらう時には私もみんなもより理解ができるように感覚と勘を禁止ワードにさせていただきたいと思います。この動画を通して新たな発見などがあると嬉しいです。これは下塗りですね。結構薄めに塗ってる。そばってやったら弾く可能性が高いから、タフとか入れてないから軽くなじます。最初のとこさ、そうここ、さっさっさって塗ってたんはなんでなんか結構、いつも教えてもらうときに一辺だけを色かかってなかったからああ、そうなんや。だって特に意味はなくて、基本ちゃんと辺に合わせて塗って、オッケー。下塗りしてた時さ、一番何に気をつけて塗ってた？ちゃんと色止まってるかと。止まってるか？ムラとかは関係ない？ムラと関係ない。黒くなったら乗ってるってこと？そうやな。そうそうで、ムラがあっても下塗りやから気にしない。あ、そうなんや。下塗りってなんでいるん？下塗りしないとダメな理由ってある？別に理由はないけど、上塗りが少なかったら下塗り入れた方が万が一失敗したら、失敗のことも一応リスクを背負ってるから塗装って、だからその失敗のことを考えて、上塗り本塗りが失敗したらまた一からペーパーで塗り直さな。その時になんで下塗りがあったらいいん？なんで本塗りが足りんかったらまた作らなあかんやん、一から、めんどくさいやん。本塗りを削った時に下塗りがあったらその上は塗らなくてもいいからってこと？じゃなく本塗りが足りへんようなったらあかんから、本塗りが足りへん時にもうそこに下塗りで塗ってあったら、多少はそうぼかせる。ああ、そういうことか。だから下地として薄めでも塗っといて、最終的にじゃあムラを少なくするってこと？そう。何考えながら下塗り塗ってた？考えてねえからそれは色止めなあかんから色が止まるように。ああ、もうとにかくまずは全体的に薄くでもいいから全部に黒がかかるように。オッケー。じゃあ次、本塗り。どちらかというとさっきよりもちょっと強め、ちょっと艶を出して一辺は2回かけるようにしてる、さっきよりもしっかりかけてる、しっかりかけて色をちゃんと止めるように。これは何を考えながら塗ってた？ちゃんとムラならないようにあ、ここでムラにならないように塗らないとあかんのか。まだこの色はなりにくいけど、黒の暗くなればなるほどムラになりにくい。いやメタリックが多かったらムラなりやすいなと。これはメタリックが、これちょろっとしか入ってへんから。メタリックっていうのはキラ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 するさせる。ストップ。なんかここの時に、本塗りにしようかな下塗りにしようかなって言っててん、この時に本塗り、結局本塗りになってんけど、その後クリアしたから。やけどこの動画で撮ってた時には迷ってて、足りるか足りへんか分からんからね。そうってことはこれで足りへんかったら下塗りとして本塗りのやつを新しく作ったってこと？で足りたから結局本塗りで大丈夫やったんか。で、ここのさ本塗りの時に一番難しいのはムラにならないようにすることやと思うねんけど、そうやな、ムラやな。どこに意識を向けて塗ってるの？ムラにならんようにどう塗ったらムラにならへんの？そら均等に塗ったらなんでムラならへん。全部同じ面に対して同じ距離をずっと一定に保つってこと？もやし、まあまあそうやな。そうやな。そうちゃうか。そしたらムラにならへん？なりにくいな。そうならへんとそれ分からへんはずだ。塗ってみな誰かも。確かに。ムラになりやすい色とかあんねや。へえ。シルバーとかやったらムラなりやすいし。あ、そうなんや。すごい分かるね。やったらもうムラムラになるね。どちらかというと小物より大きいやつの方がムラになりやすい。難しい。じゃあ小物やからこそ難しいってなる？本塗りで。それ磨かれへんとかあるやん、バフで。だから磨かんでいいように塗らなあかんやん。ああ、そっか。それはクリアやんな。次クリア。あ、そう、ここで何言ってたかっていうと、傷があるのがクリアかけたら目立たなくなるよっていう。黒とかはな。
色が黒色だけがいや濃い色は消えやすい。そう逆に白とかやったらペーパーってもう一回白になる。シルバーとかやったら薄い色やったら。あそうなんや。あの傷って磨き残し何の傷？ペーパー目やけどああ強すぎちゃったの？この材質ちゃうか、柔らかいかそれはたまたまこのら材質小物が柔らかかったんや。でも黒色やったからラッキーってことだ。まあまあで次クリア2回目、セッティングの 1,2 分置いて2回目、これちょっと強めになったよな、今こうこれは結構がっつりさっきよりも乗っけてるのもあるけど、さっきよりかは塗ってる割合も大きいよな。このクリア特に3面かけて、しかも4回ぐらい同じところを塗ってんねんけど、1箇所で何回も塗ってたやんか。垂れへんの？まあ感覚じゃ感覚があるのか。まあそのあれじゃまあ垂れやすいな。だけどその暑かったら垂れにくいし、寒かったら垂れやすい。この日はめっちゃ寒かったはず。もうちょっといけると思ったんだよ。ああ、どういう状態やったらもうちょっと塗ってもセーフ？肌見てもうちょっと塗り肌を見て、塗り肌でじゃあ決めるんやろな。塗り肌がどうなってたらもうちょっといけるっていうサインなん？ちょっとまだゴワついてたりしたらつるってなってなかったら。あーでも結構がっつり塗ってたってことはまだいけたんやな。結構この材質的に吸いやすいんかな、塗料とかを。まあサフ入れてないからやろ。ああそうや、これあえてサフェーサーなしの。でもこれも結構噴射の量が多くて、まあ人によってちゃうからな。こういう塗り方の方が俺は塗りやすいから塗ってるけど、人によってもっとゆっくりする人もいるし、噴射の量多くて速くする人も。だから人によってちゃうから、そんなんは。この速さとか噴射の量は平均的？それかちょっと多いんちゃうかな。このブースやったらこの塗り方が合ってるんちゃうかなと思って。ブースに塗り方がちゃうから。あ、そうなんや。これで完成、ツヤツヤになった。これ最後がやっぱ一番重要。仕上げやからな。何考えて塗ってた？綺麗に塗ろうかなって。最後仕上げ、これから私もさすることになるやんか。そうな。何を気をつけてここだけを考えたらいけるっていうところある？最後磨かれへんとこちゃんとツヤ出してる。本来やったらバフで綺麗にツヤツヤにさせるところを多めにツヤを出しとくっていうこと。でなく、仕上げんでぐらいに仕上げといたら、ムラなくそのツヤを出して垂れなくってこと。なるほどね。楽しかった？楽しいわけないやろ。楽しいわけないやろ、仕事やろ。難易度的に言うとこんな簡単やろ。簡単か。しかもぼかしとかもないから一番基礎的な塗装のやり方か。ということで初心者目線の質問に今回答えてもらいました。言葉で説明するのって難しかった？そんなやったことないからな。そう実際に言葉で伝えてもらうことで初心者の人は理解もっとしやすくなって、指導者の方はもっと効率よく教えることができるんじゃないかなって思います。